どうもナチョです。おはようございます。梅雨の晴れまで今日だけ晴れみたいです明日からずっと雨予報なんですけど、今日はですね、久々にいちさんからお呼びがかかりましていちさん家でちょっとものづくりをしようかなと思っております。今ちょっとざっとこう家の周りとか見させてもらったんですけど、去年作ったパーゴラが大活躍してるみたいでもう最近梅雨に入って結構雨が続いてたんですけど、あそこの下のところもそんな水浸しにならずにいい感じで、パーゴラが機能してるみたいです。よかったなと思って、愛犬のモーちゃんもとても元気です。今日お願いされたのは、勝手口が裏の方にあって、そこに土間のスペースがあるんですけど、そこにいろんなものを収納できるちょっと大きめの棚を作りたいんだけどという相談で、この前見に来て、だいたい寸法とかをざっと測って、材料をですね今日揃えてきたんで、それを一緒にいちさんと作っていこうかなと思ってます。もうすぐそこなんでちょっと軽く見せたいと思います。はい、ここですね。ここなんていうんですかね、勝手口っていうんかな、ここ多分、わかんない。でも昔の家って結構こういうとこありますよね。ありますね。玄関とは別によく見かけます。ね、こういう風な感じで、ここの下がちょっと引き戸みたいな感じで収納スペースがあって、でここに小上がりみたいなのがあって、こっちに行けると。で今ここのブルーシートのところがもうこっち側にぐちゃっと置いてあったものをちょっとこっちに移動したと。ぐちゃっとね。だからこれらをこの壁一面を使って収納したいということですね。いや、だいぶスッキリするでしょ、これで。ね、ここのスペースもったいないんでね、やっぱりこの上の空いた空間まで使って収納スペースにしておけば、相当収納力があるから、家の中だいぶスッキリすると思います。これね、もういちさんがね、なんかね、去年のDIY 以降、工具を揃えるのにハマってしまっている。そうなんだよね。こういうのがですね、パッと使えるように、やっぱちゃんと収納しておくっていうのは大事ですもんね。はい。じゃあこれをちょっと、一緒に楽しみながらやっていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。なるね。はい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 。これがですね、今回使う材料 2x4 を柱にしようと思って4本買ってきてます。長いやつを。ほんでこの板を棚にしようと思って、準備しました。これね、長いまんまで買ってきたんだけど、車に乗せるの大変なんで、僕は家でもうあらかじめ寸法に切ってきました。5段作るような感じで考えてます。これを今からちょっと加工していきます。はい、じゃあ材料カットしていきます。この間にさんが天板の面取りとかヤスリ掛けとかしてくれます。2x4 のね、柱今取りましたけど、余ったのだけ全く無駄がなかったですね。完璧です。これ言うのが一番嬉しいけど俺はい、今からこの今削った板をですね、切り替えていこうかなと思います。ここに柱がこう入るっていうことですね。で、あらかじめ僕これ作ってきたんですけどいちいち測って線あれするのでめんどくさいから台紙を作ってきました。ここにこうやって合わせて線を引くと
でそこの線引いた部分を切ればいいってことですね。でこのジグソーでね、イッサンもねボッシュのねジグソーをね買っちゃったらしいんですよで今日初めて使うっていうんでちょっとワクワクしてるっていうこと。じゃあ早速それやっていきたいと思います。はいどうぞ。そういうことです。全部で5枚あるんで、4つ角を全部書くってなったら20箇所書かなきゃいけないですよね。まあまあしんどいんですよね。だって少しでもこう手間を省こうということで作ってきました。すごいです。おーいいじゃないですか。これを見るときはここに当ててるからってこういうじゃなくて、これと平行をしっかり見て固定するでゆっくり動かす。そういう感じです。楽しいでしょ。楽しい。楽しいのよ。楽しいけどむずいね、やっぱね。そう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 。でも慣れだよね、こんなのはね。でも綺麗にできたと思います。はい、こんな感じで、どうぞ切りかけました。5枚ね。ハエはやっぱ2人でやったかい。こんな感じ。はい、じゃあ今から柱の部分を製作していきます。4本柱があるんで、棚をつける高さのところにこう印を打っていって、あらかじめそれをはしご状にこう組んでいくっていうのをやっていきたいと思います。よし、じゃあ一切やりましょう。一番揃えるべきはどっち側を下にするか。下を揃えます。はい、2つはしごができました。これで材料が揃ったんで組み立てていきましょう。若干ね、多分この土間が傾いたりすると片付きはあるかもしれない。いや、それはしょうがない。歪んだりしてるし。まずこうでしょ。家自体が歪んでるから、大体。基本的には。一回ちょっと持ってみます。はい、ちょっと持っといてください。はいはい。板をね、2枚ぐらい持ってきます。おー、いいね。素敵。素敵っす。計算上一番端っこでしょ。で、こう。で、はい。ぴったりじゃん。ぴったりだね。いいじゃん。楽しい。いいじゃん。じゃあ。一番上。
はい、おお。完成。めっちゃいいじゃん。すげえ、できたよ。マジか。材料は最初からちょっと揃えてたからね。なんかあれ、企画品のこれ業者に組み立てまでお願いしてもうまくいかんよ。ものの2時間ぐらいで素晴らしいね。壁に一応固定もして5段のこんな立派な棚ができました。うわ、これ収納力だいぶあるよ。で、一番下はちょっと広めにこう段をつけたからね。これ石油缶置けるじゃん。ね、灯油の缶とかも置けるし。灯油缶ね。うん。で、間が広すぎだなーって思うところは、まあ別に一段、そうですね。棚なんか別につけてもいいし、木だからなんとでもなるから。なりますね。めっちゃいいやん、これ。めっちゃいい。これ、僕が想像してたのはこんな感じ。こんな感じでーす。おー、これはいいわ。せっかくなんで、これ道具いろいろしまいましょうよ。そういうのが大好きなんで、僕。はい。ではですね、ここに広げてあるものを全部ここに収納していきたいと思います。やっていきます。はい、こんな感じで完成しましたけど、どうですか？感動はしてますけど、うん、なんていうんでしょう、統一感のなさ。統一感のなさ。それはね、僕のせいですよ。靴とか、なんだろう。そうね、だからしまうもののなんかこう、なんかしまい方とかが。そう、結構棚と棚の間にスペースがあるから、頭使えばなんかね、もっと綺麗に、ボックスとかをね、これ用にちょっとこう考えて揃えたりすると、ビスとかもね、重ねれんからね、重ねれたりとかってするといいかなって思いますね。でも、まあ大体ピタッと入ったね、全部。ここに広げたもの。物の量的には望んでいた通り以上の容量。そうね、大体希望通りの感じですね。まだスペースあるもんね、だってね。あるある。うん。いや、これとこれとこれ全部ここに置きたいなっていうものは大概置けてる。置けてるね。よかったね。よかったです。うん。しかも土間のスペースも別にね、確保できてるから。完璧です。完璧やん。いやー、いいなー。この天板良かったね。天板はね、実はこれ、お友達の製材所のところで作ってもらったんですよね。なんだろう。ね、一枚板ね。いや、この厚みが素晴らしいですね。そうよね。コンパネだったらやっぱこの重さ耐えれんもんね。ビヨーンってなってるよ、今。そう。いやー、よかった。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、今回はこっちしか見せてないんで、もう本当は向こう見たいっていう人がいっぱいいたんですけどもう今日はやめときましょう。今日はまだ片付けできてないんで、また今度ね、まあ、とりあえずここがずっとね懸案だったんで、あとねこっちにも壁があって、こっちもなんか板張れたら収納として使えるねっていう話をちょっとしてるんで、それはもういつさんが多分一人でできるんで、いつさんにやってもらうと。今日はこれ僕手伝いましたけど、まあでもやり方はこんな感じですよ。はい。ね、結構これだったらそんなね大した材料じゃないし、作業的にもそんな大したことないんで、まあいい頑丈なやつができたかなと思います。あとはまだ自分でやってください。やります。はい。頑張ります。またいつさん他にやりたいことがあればいつでも僕は手伝おうかなと思いますけど、なんかお近くに住んでる方で、ナチョにこんな感じで手伝ってほしいっていう人がもしいれば、まあ、一緒に DIY を楽しむという形で、ご協力させていただきますので、もしそんな人がいればご連絡くださればと思います。相談に乗りたいと思います。では今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。いつも動画のご視聴ありがとうございます。高評価、コメントいただけると大変励みになります。私が運営しているオンラインショップパ
パチャママですが、今年はですね、ちょっとずつでも僕の作っているレザーの製品を、掲載していきたいなと思っております。もちろん中南米の雑貨の方も、引き続き掲載していますので、気になる方がおられましたらぜひそちらの方もチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ、バイ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 そうそう